そのようなこと貴様が知る必要はない。おとなしく我々についてきてもらおう。悪いようにするつもりはないが、逆らえば分かっているな。うるさい。言い訳は後で聞く。ついてくるのか来ないのか。そうして欲しければおとなしくキリキリ歩け。どうした？取り調べられるようなことをしたのか？カツ丼？シューラン、こいつは一体何を言っているのだ？さあ、よくわからんが、吐くほど痛めつけられるのが趣味だというなら考えてやってもよいぞ。なんだつまらん。どうするも何も買い物に来たに決まっているだろう。普通今までの流れでわからんか？言葉が通じなかったか？買い物だと言ったのだ。買い物とわかるか？言葉は通じるのだろう。買い物。シューラン、私は何か間違っていたのか？いや、ごく普通だと思ったが。ほら、シューランが普通だと言うなら私は間違っておらん。おかしいのは貴様の方だ。そうなのだろうな。貴様がどこの国に住んでいたのかはどうでもよいが、我が国には我が国のしきたりがあるのだ。貴様もカリン様に拾われた身ならばその流儀に慣れてもらおうか。別にさっきなど出してはおらん。単に貴様が嫌いなだけだ。なんだと？やれやれ、二人とも漫談はそのあたりにしておけ。吟味する時間がなくなってしまうぞ。それは一大事だな。当然だ。ほ
本来なら貴様など連れてくるような買い物ではないのだ。私は気に食わんが、シューランがどうしてもというのでな。なんだと？姉じゃ。本郷もこちらに他意はないのだ。時間が許すなら我々の吟味に意見をもらえると助かるのだが、構わんか？だけどなんだ、私たちの決めたことに不満があるとでも言うのか？姉じゃ。手間をかけさせよって。それならさっさとそう言えばよいのだ。姉じゃ。あれはなかなかに掘り出し物だったな、シューラン。だな。次の会議にかけてカリン様の判断を仰ぐことにしよう。おうシューラン、あんなところにあったぞ。ほほう、これはなかなか。本郷、貴様も来い。貴様、公衆の往来で何を言っているのだ、バカ者めが。砦で子作りのためにスマタで一夜などと。くそ、シューラン、やはりこんなハレンチな男を連れてくるべきではなかったのだ。こら姉じゃ。そんなハレンチなセリフを公衆の往来で叫ばないでくれ。こちらが恥ずかしい。悪いのはあいつなのに。本郷もお前に築城の話など聞きはせんから心配するな。お前に見てほしいのはこれなのだが、どう見る？似合うか？なんだ？それも悪くないな。シューランまで。どうする？出してもらおうか、姉じゃ。
シュウランまでバカにして。違うに決まっているだろ。バカか貴様は。私の服など別にどうでもよいわ。いや、姉者ももう少し洒落た服を着てほしいのだが。この服はカリン様のだ。この服がカリン様に似合うかどうか、たまには男の視点からの意見が聞きたくてな。私はそんなものは必要ないと言ったのだぞ。だがシュウランがどうしてもと言うからだな。姉者もカリン様がより魅力的になるならその方がよかろう。それはそうだが、男などの目から見ればカリン様はどんなお姿をしていても魅力的だろう。だからよりと言ったのだ。そうだ、カリン様の服を選ぶなど男としてこんな名誉なことはそうそうないぞ。光栄に思えよ。で、本郷は男としてどう見る？おい、言っておくが、カリン様のお姿をそのいやらしい妄想まみれの脳みそで想像したら今すぐ叩き切ってやるからな。なんだと？それは叩き切られても文句は言わんと、そういうことと取ってよいのか？なんだそれは、意味がわからんぞ。私が理解しきれんからといって適当なことを言っているのではないだろうな。まあまあ、姉者のことは放っておいてよいから、忌憚のない意見を聞かせてくれるか、本郷。シュウラン。バカ者！それ以上は口にするな！カリン様とて外に出かけられることもあるのだ。もし聞かれていたら貴様の首と胴が離れるだけではない、一族郎党皆殺しとて。ほほう、ならば首と胴が離れるのは構わんというのか？本郷、忌憚のない意見を聞かせろと言ったのはこちらだが、その件に関してはそれ以上は言わない方が身のためだぞ。それでは意味がないだろう。
カリン様はお忙しい身。買い物に出る暇もそれほど取れるわけではない。だから我々がカリン様の代わりとなってカリン様により似合う服がないかどうか探して回っているのだ。その通りだ。さりげなくだがな。里井カリン様のことだ。感づいてはいるのだろうがな。未だ気づかぬふりをしていてくださる。こちらもカリン様のためならばこそ。楽しくこそあれ、苦になどならんよ。よし、店主、それを一着もらうとしよう。どうした？変な顔して。ただでさえ変な顔が台無しだぞ。こんな店頭で見ただけで本当にカリン様に似合うかどうかわかるものか。ならば実際に試してみるしかあるまい。なんだ、さっきから私をバカにしているような素振りをしておいて、貴様も似たようなものではないか、バカ者めが。私に聞けよ。その服はだな、カリン様の身代わり用なのだ。バカか貴様は。カリン様に買われるものなどいるはずがなかろう。姉者は黙っていてくれ。話がややこしくなる。シュフラン。身代わりといっても人形だがな。カリン様そっくりに作った等身大の人形に候補に上がった服を着せてみて、本当に似合うかどうかさらに確かめているのだ。ようやく理解したか。なんだ、人形とはいえカリン様のお姿ゆえ着せ替えの現場には立ち会わせられんぞ。私だ。なんだその嫌そうな表情は。なぜ驚く？私が作ったと言っては不服か？私が言うのもなんだが、すごいぞ。
さて、ここでの用事は済んだ。次に行くぞ、次。まだ一着しか買っておらんのだぞ。貴様はこの程度でカリン様に助言できると思っているのか？姉じゃ、今日はどのくらい回るとしようか。そうだな、まだ日も高い。ゆっくり回ってもう10軒は固いだろう。姉じゃ、もう5軒は回れるだろう。弱気が過ぎるぞ。そうだな、すまん。この私としたことがあまりに弱気な発言だったな。ならば20軒は巡るぞ。さすが我が姉じゃ。次も正直な意見を頼むぞ、本郷。ありがたく思え。だが変な妄想をしたらその場で叩き切るからな。覚悟しておけよ。いまいちだったな今日は。めぼしい収穫はなかったな。やれやれ、鍛錬が足らんぞ、本郷。そうだぞ、カリン様のために働いたのだから、もう少し嬉しそうにしたらどうだ。だが市政の服も質が落ちたな。この程度ではカリン様のお眼鏡にかなうことは難しかろう。そうだな。やはり国を大きくして腕の良い職人を多く招くしかないか。そんな時間があるものか。カリン様はこの一瞬も気高く優雅に成長しておられるのだぞ。今この時を美しく着飾れる服を手に入れるためには今を何とかせねばならんのだ。確かに。本郷、別に私は姉者の言うことに全て反論したいわけではないぞ。それに本郷、お主としてもカリン様のより愛らしい姿が目にできるのだ。悪い話ではあるまい。何やら不服そうな物言いだな。で本郷、貴様は何か良案はないのか？天の国とやらの知識、役に立てるのは今しかないぞ。
格言だと？ほほう、聞いてやろうではないか。ないものは作るしかない。そのままではないか。本郷、お前案なら出せるのか？ならばそれを教えてもらおうか。具体的な形が指示できるなら今いる職人たちで何とかできるやもしれん。なるほど、それは妙案だな。あ、今から行くに決まっているだろう。まだ夜は長いぞ。シュウランも構わんな。見損なうなよ、姉じゃ。うん、それでこそ我が妹。行くぞ、シュウラン、本郷。うむ。あとつまらん案しか出せなかったらひどいからな、本郷。鳩なら良い服ができればいくらでも食わせてやるぞ。だからしっかり励めよ。